こんにちは、ゆうかです。今日は韓国の首都ソウルに来ています。私の動画でしっかり韓国を観光するのはこれが初めてですよね。今回は久々の海外シリーズということであの企画をやっちゃいたいと思います。じゃん、1万円用意してきました。今日はこの1万円を使ってどれだけ韓国を楽しめるか物価調査を兼ねて観光していきたいと思います。それじゃあ다녀오겠습니다。今はソウルのカンナムというエリアに来ています。カンナム、オッパカンナムスタイルのカンナムです。まず海外旅行で一番大事なのは日本円を海外通貨に換金することですね。調べてみたらカンナムには韓国の中でもレートがいい換金所があるそうなので今からそこに行ってきたいと思います。ありました。カンナム駅の9番出口の目の前にあるここの換金所です。じゃん、換金してきました。92,500ウォン。韓国は分かりやすいですね。だいたい0を1つ取れば韓国ウォンから日本円になるので計算しやすいですね。ということでこれで楽しんでいきたいと思います。まずはじめに地下鉄に乗って移動していきたいと思います。ここが駅なのでこの階段を下っていきます。カンナム駅の中はこんな感じになっています。韓国は結構こういう駅の中にお店があるっていうタイプが多いんですよね。見て、服めっちゃ可愛い。これは1万ウォンらしい。安くない？日本のコンビニくらいの勢いで美容グッズが売られていたり、ちょっとしたカフェなんかも入っています。よく見るとね、日本語も書いてあって注文しやすいんですよね。あとめっちゃ果物が多い。コンビニでもよく果物見かけるんだよね。カンナムは日本で言ったら六本木とかに当たるのかな。美容クリニックだったり会社とかが多いエリアになっています。まあでも私はね、お腹が空いたのでちょっと違うエリアに移動したいと思います。それじゃあまずは地下鉄の切符を買っていきたいと思います。これ親切なことに日本語表記があるんですよ。日本語表記を押して1回分のカード、駅名検索で、私が行きたい駅はここです。2250ウォンですね。カード代が含まれているので実質1750ウォンです。カード購入できました。日本でいうスイカみたいな感じですね。これ乗っていきましょう。日本の地下鉄とはちょっと違ってホームドアが天井まであるタイプなんですね。ウルチロサガ駅に到着しました。これからコンジャンシジャンというところに行って食べ歩きをしたいと思います。電車から降りたらさっきの切符の保証金の500ウォン返ってきました。やった。でもめちゃくちゃ嫌な予感がするんだよね。道行く人みんな濡れた傘を持ってる。まさか雨。若干雨が降ってる。傘を買うか悩むレベルだ。もうちょっと土砂降りになったら買おうかな。一旦節約します。到着しました。コンジャンシジャン。さっきのカンナムとは打って変わってすごくローカルな雰囲気が広がっていますね。ここでお昼ご飯を探しながら少し探索したいと思います。コンジャンシジャンはソウルで一番有名な屋台グルメ市場の一つなんですよ。この先に屋台があるそうなんですけど、方向音痴すぎてたどり着けるかわかんない。見てください。魚が売られてる。でっかいタチウオいるよ。あとカニとかイカも売られていますね。すごい。やばい、チャプチェめっちゃ美味しそう。私チャプチェ大好きなんですよ。頼んでこっかな。あ、チャプチェ주세요。チャプチェ주세요。イエス。やばい、韓国で注文したけど通じなかった。うわ、やばい、めっちゃ量多いんだけど。イゴール前よ。どれだ。で、200、はい、サムニダ。ってことは8000ウォンか。
おー、すごい、さすが韓国。尋常じゃないほどのキムチの種類がありますね。うまそう。イカのキムチだ。맛있어요。あキムチを見ていたら営業されて断りきれずに買っちゃいました。なんかヤクルトもらった。ちなみにキムチは1万ウォンしました。でもこれは真空状態にしてくれたから日本に持ち帰ることもできるそうです。お土産にしよう。今回のお目当てと言っても過言じゃないモニョキンパ。ここのキンパ屋さんずっと行ってみたかったんですよ。あ、キンパワン。それじゃあ買ったものをここで食べたいと思います。じゃーん。いや、これは違うんですよ。禁酒中にビール頼んじゃうなんてみんなのことを驚かすかな。ということでカスビール頼んじゃいました。これ5000ウォンしたんですけど、5000ウォンでこの量って結構安くない？まずはチャプチェ。こんな量来ると思わなくて大量すぎた。食べ歩きの量じゃないですよね。うんうんうん。チャプチェ私大好きなんですよ。ね、具だくさんでめっちゃ美味しい。ずっと食べてみなかったモニョキンパ。これね、麻薬キンパって呼ばれるくらい美味しいらしいんですよ。うまっ。めっちゃ美味しい。普通のキンパと何が違うんだろう。ごま油がめっちゃ効いてますね。確かにこれはリピートしたくなるな。このカスビール全然ビール感がなくてごくごく飲めちゃう。だから台湾で飲んだ時のビールにすごい味が似てるんだよね。なんて言うんだろう、このすっきりした感じ。ビールが苦手な人でも意外と飲みやすい方だと思います。それじゃあごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。特にキンパが。今使ったお金が29,200ウォンです。ということで次のところに向かっていきましょう。そろそろクァンチャンシジャンを出ようと思ったんですけど、私の大好物フルーツ飴がこれだけ最後に買っていきます。いちごシャインマスカット飴ゲット。これ5000ウォンだったんですけど、原宿で買ったら多分800円ぐらいしますよね。若干安い。次の目的地はこちら、キョンボックンにやってきました。ここは韓国で一番有名で一番大きい王宮です。入り口はここで合ってるのかな？博物館って書いてあるけど、とりあえず中に入ってみたいと思います。それじゃあまずはチケットを買っていきましょう。チケット購入。大人1名3000ウォンですね。結構安い。ちなみにここはチマチョゴリを着てくると入場無料らしいんですよ。だからチマチョゴリを着てる人が多いんですけど、レンタル費がこれ以上になっちゃうから今日はやめておきました。中に入るとこんな感じです。雰囲気が一気に変わりますね。ここは写真スポットが多いらしいんですよ。まあ今日はチマチョゴリ着てないから普通に観光しようかな。じゃーん。ここは金星殿といってキョンボックンの中で一番大きなメインな建物になります。わかりやすく言うと、昔王様が偉い人と会ったりとか国の何か決める時に使った場所だそうです。韓国って都会のようなとこはたくさんあるんですけど、こういう歴史を感じられるような場所には初めて来たかもしれない。やっぱ雰囲気がいいですね。自然に包まれていてリフレッシュできる。また違った韓国を知れて楽しいですね。
今からキョンボックンから次の場所に向かうんですけど、次は初めてのバスを使ってみたいと思います。バスがなかなか来ない。本当にこれ来るよね。時間になっても来なくて5分ぐらい待ってます。お、やっとバスが来ました。10分遅れ。なんとか来てよかった。キョンボックンからバスに乗ってミョンドンに到着しました。だいたいバスの料金は1700ウォンでした。T マネーカードを今回作ってなかったから現金で払ったんですけど、よく分かんなくって多分 T マネーカードの方が若干安かったかもしれないです。でもなんとか来れたから良かったです。ミョンドンは日本でいう原宿みたいな場所なんですけど、食べ歩きとかもできるそうなので何があるか見ていきたいと思います。こんな感じで屋台がずらーっと並んでいます。お祭りみたいでとっても賑やかですね。せっかくだから韓国らしい食べ物食べたいな。お、チーズハットグだ。韓国らしい。これ注文してみよう。チーズ中世よ。4000ウォンだそうです。お願いします。チーズハットグゲット。平日なのにめちゃくちゃ人が多くてすごいですね。やっぱ韓国といったらミョンドンぐらいのイメージがあるから、ここにはやっぱみんな集まりますよね。お、なんか屋台の間に洋服が売ってるぞ。シュプリーム、ラブブ。もちろん偽物です。海外の観光地っぽくて面白いですね。結構食べ物も何でもあって、揚げ物だったりとかスイーツとか海鮮、本当に何でもありますね。あ、見て、イカゲームの型抜き売ってるよ。イカゲーム私大好きだったんだよね。買ってこっかな。懐かしい。これ絶対三角が一番簡単だよね。お、見てください。カニ揚げ。すごい。カニが揚げられてるよ。買ってみようかな。カニを揚げてくれてる。スモールサイズを買ってみました。7000ウォンです。おー、上がった。うまそう。それじゃあカニ揚げ食べてみよう。めっちゃカニなんだけど、ちょっと不気味だな。いただきます。カニの味はあんまりしないな。なんかカリカリした揚げ物を食べてる感じ。身が少ないからエビの方が美味しかったかな。エビ揚げもあったんですよね。でもカニの方が珍しいなと思って選んでみたけど、エビ派かな私は。でもまあ美味しい。揚げたてだからホクホクで体が温まりますね。ミョンドンのメイン通りは人が多すぎてちょっとやばいので裏道に避難してきました。やっぱあれはすごいですね。ここのカフェをマップで見たんですけど、めっちゃ可愛くない？休憩がてら行ってきたいと思います。やっと座れた。ここではミルクティーを注文しました。6000ウォンでした。めっちゃ可愛くない？ここのカフェ全体的に可愛すぎてめっちゃテンション上がる。甘い。めっちゃ甘い。韓国来て思ったのがカフェがめっちゃ多いんだよね。数秒歩いた先にすぐカフェがあるみたいな感じで、こういう可愛いカフェも多くて疲れやすい私にはぴったりですね。あと韓国に来て思ったのが、ご飯食べる時に提供スピードがめっちゃ速いんですよ。私結構せっかちで待てないタイプだから、どこのお店に行っても席に着いて注文したらすぐ届くっていうのが意外と嬉しいんだよね。あとはね、韓国はシェア文化が多すぎる。
あんまり一人でご飯屋さんに行く想定されてないからサムギョプサル屋さんにこの間行ったんですけど、2人前からの注文って言われて、わあそうだよなって思って、なかなかね一人でサムギョプサルとか鍋とかそういう大人数で食べる料理は食べれないんですよね。やっぱカフェでも周りを見渡してもこっちは私だけですね。基本みんな2人以上。あ、そう、一番びっくりしたのが、日本ではこうやってお皿を持ち上げてご飯食べるじゃないですか。韓国ではその逆でお皿を持ち上げないでご飯食べるのがマナーらしいんですよ。日本で当たり前だと思ってたことは海外ではそうでなかったりするから、旅先のそういう文化とか調べるのも大事だなって思いました。最後の目的地に到着しました。ミョンドンから歩いてエルソウルタワーまでやってきました。1.7 キロっていう表記があったから歩けるかなと思ったんですけど、想像以上に遠くてめっちゃ大変でした。ここの距離歩かないことをお勧めします。 Google マップね、韓国だと徒歩の表記が見れなくてめっちゃ不便なんですよ。ネイバーマップとかカカオマップをみんな使ってるそうなんですけど、私は Google マップをいつも使ってて使い慣れてるから、無理やりこうやって方角を合わせて頑張って歩きました。そこのケーブルカーに乗ると N ソウルタワーに着くそうなので、そこにとりあえず向かいたいと思います。適当にお金使ってるでしょって思われるかもしれないんですけど、意外と予算をちゃんと計算してお金を使ってますよ。今回のこの N ソウルタワーも事前にトリップドットコムから予約するとチケットが2000円で購入できるんですよ。実際にその場で買うと3000円かかるので1000円お得に買えます。でもね、ケーブルカーもお金がかかるからもうプラス1000円しちゃうんですよね。なのでトータルで3000円ほどかかります。ちなみにトリップドットコムからだと前日以前に買わなきゃいけないので当日購入ができないんですよ。もし N ソウルタワーに行く方は要注意です。やばい、1万ウォンかと思ったら往復で1万5000ウォンかかるらしい。調べたことと違う。一旦ここからは残金伏せたいと思います。最後のお楽しみです。無事にケーブルカーに乗れました。ケーブルカー乗るの久しぶりだな。すでにもう景色がいいですね。いや、あんまりここで見せすぎちゃうと頂上登った時のお楽しみがなくなっちゃうか。ケーブルカーからはこの辺までにしておきます。ケーブルカーから降りてさらに階段を登って、今は N ソウルタワーの下に着きました。疲れた。じゃーん、こんな感じでライトアップされていてとっても綺麗です。それじゃあ早速 N ソウルタワーに登りたいと思います。ここまであんまり景色見ないようにしてきたから結構初見なんだよね。初見のリアクションができると思います。おー、すごい。こっちかな。やばい、迷路みたいになってる。エレベーターで頂上まで上がってきました。ちなみにここは75階だそうです。めっちゃ高い。それじゃあ早速景色見ていきましょう。じゃーん、頂上からの景色はこんな感じです。すごい、めっちゃ綺麗じゃない？ここの N ソウルタワーは山の上に立っているんですけど、山の標高とこのタワーの高さを合わせてだいたい500メートルになるそうです。高さ的には東京タワー以上スカイツリー以下になりますね。かなり高い。ソウルを一望できてめっちゃすごい。今気づいたんだけど、ここに国とそこまでの距離が書いてあった。東京までは1164キロらしい。ちなみに福岡だと543キロ。結構近いな。いや、さすがに全然見えないな。
お、なんか双眼鏡みたいなのがあるよ。あ、有料だ。2000ウォンかかるみたい。やめとこう。ここの写真スポットは無料ですね。イエイ。この N ソウルタワーの N ってなんだろうと思って調べてみたら、南産の N と自然のネイチャーの N と、あと新しいニューの N を掛け合わせて N ソウルタワーらしいんですよ。ネットで調べた情報なんですけどね。N ソウルタワーのポストカードコーナーめっちゃ可愛くない？これ買ってこっかな。なんかこの可愛らしい感じめっちゃ気に入った。いいね。今日行ったところこっから見えるのかな。方角的にはミョンドンとキョンジャンシジャンとキョンボックン全部こっち方面なんですよ。どれがどれだか全然わかんない。何か目印とかあったら分かりやすいんだけどね。高すぎて逆に何が何だか分かんない。でもめちゃくちゃ綺麗。初めてじっくりソウルを観光してみたんですけど、すごい素敵な街だったな。はい、ということでケーブルカーに乗って下まで降りてきました。今回は韓国ソウルで1万円企画してみたんですけど、使ったお金を発表していきたいと思います。全部細かく計算していたんですけど、今日使ったお金全部で97,400ウォンでした。やばい、ちょっとオーバーしてる。最初換金した時が92,500ウォンだったので、ちょっと赤字ですね。4,900ウォンオーバー。だいたい日本円で500円ぐらいオーバーしてしまいました。ごめんなさい。ケーブルカーが想定外でしたね。こんなに高いと思ってなくて計算外れでした。後から知ったんですけど、一応ケーブルカーを使わずに歩いていくこともできたらしいんですよ。私ミョンドンからここまで歩いたのに、あとちょっとだったのにケーブルカー使っちゃった。課金しなきゃよかった。でも今回はいろんなソウルを見れてすごく楽しかったです。歴史も感じられたし、ご飯も美味しかったし、景色も見れて最高の旅でした。韓国は他にもプサンだったりインチョン、チェジュ島、いろんなとこがあるので、また他のとこも行ってみたいなって思います。インチョンに関してはカジノがあるから今度カジノもしてみたいんだよね。あ、そうだ、予算オーバーした理由がもう一つあったんですよ。実はじゃん、ポストカードを買っていました。これはね、みんなにあげようと思って今回もこの動画でプレゼント企画をしようと思います。裏に当たった方の名前と私のサインを入れてプレゼントする予定です。ここのコメント欄にコリアコリア楽しそうだ、このコメントを入力してくれた方の中から抽選で1人にプレゼントしたいと思います。予算の都合でね、もう何枚か買おうと思ったんですけど1枚になっちゃいました。ぜひ皆さん当ててください。今日動画を撮っている時に韓国視聴者さんから声をかけていただいたんですよ。韓国でも私の動画を見ていただいてありがとうございます。カムサハムニダサランヘヨ。ということでこれで韓国シリーズは最後なんですけど、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。それじゃあバイバーイ。4500かな。あ